昨日からずっとやらかしてる。おー、すごい。めっちゃ混み合っててなかなか入れない。3列3列で足の隙間はこんな感じで、まあ180ある私でもまあまあギリギリいけるかなっていう感じです。ただ長時間このフライトは結構きついかなという印象です。乗ってる人も多いです。シンガポールの空港に着きました。時刻は、11時40分ぐらいです。おそらくもう日付は確実に超えるのでしょう。チャーンギ国際空港はめちゃめちゃ広いので有名で、どうやらおじさんによれば、電車に乗れということです。この時間でもちょろっと多分飛行機を待ってる人がいます。あれだね、スカイトレインで行く感じです。ここから、アライバルの方に行きます。なんかシンガポールって派手だね。やっぱシンガポールって左側に立つんだ。ベトナムは右だったから。はい、無事入国できました。あとは荷物だけ受け取りたいと思います。やっぱりトランジットだから預けっぱなしにすればよかったなとちょっと後悔中です。まあ受け取ったら空港に預けようと思います。明日持ち歩くのがめちゃめちゃめんどくさいので、44番に荷物が流れてくるので待ちます。空港の外に出ました。さあ今から両替をしていこうかなと思い、はい、両替してきました。60シンガポールドルぐらい手に入ったので、とりあえず荷物を預けるために預け所に行ってきます。荷物を預けるのやめました。なんかいろいろ考えたけどやっぱりやめて、シャトルバスに乗ろうとしたらなんとシャトルバスの時間が終わってました。グラブで多分20ドルから30ドルぐらい取られるんで、所持金が半分になります。結局シャトルバスなかったので、22ドルで、グラブタクシーを使っていきます。日付がどうやら超えるとないっぽいですね、シャトルバスは。予想してた時間よりもだいぶ遅くなっちゃいました。はい、今日の宿到着しました。キューブ、スミスストリートのカプセルホテルです。入っていきます。はい、最悪なことが起きました。来たホテルが全然違うとこでした。これどうしようかなっていう。ここに連れてきてもらったのにここじゃなくて、全然こっから車で行くと10分以上離れたところに行かなきゃいけないんですけど、なぜかグラブタクシーがそこを一切刺さなくて、もうこれで行くか。これから人間の上がって、ここじゃない？大きいのあります。1、2、3、4、1、1、2、3、9、あるじゃん。ここに。うわー、30ドルかかる。何30ドルかかる。
そうなんだよね。予約した時となんかおかしいなと思ったんだよね。はい、ということで、あ、ピックアップポイント、あ、違う、そこじゃない。はい、ここに行きたいんです。いや、違う、は昨日からずっとやらかしてる。じゃあおとついからほんとやらかして、はい、目的地らへんに到着しました。本当はここに来なきゃいけなかったのになぜか下町もっと向こうに行ってしまいました。さあもう1時過ぎたんでそろそろ寝たいなっていう、本当にシンガポールと相性が悪い気がしてきた。なんか呼ばれてないのかな、やっぱ。来んなってことだったんかな。モスクはね、アラブ人街だからモスクがあります。高級そうなホテル、自分はギリギリ安く泊まれるこのカプセルホテルで泊まります。はい、ここが本当には来る場所でした。おはようございます。朝飯をこんな感じに見たんです。はい、朝ごはんはシリアルとコーヒーにしました。パンとかパスタあったけどやめてこれにします。モーニング食べてきました。今からちょっと準備して街中に出たいと思います。家に来たら誰かのつけまとピンセットが置きっぱなしです。はい、じゃあ今からシンガポールをちょっと旅していきます。今日は天気はあんまり良くはなさそうですが、割と過ごしやすそうな気候です。で、今日泊まってたのがここ、多分アラブ人街とかの近くだからかこういう雰囲気になってます。シンガポールで有名で三大がっかりの例のあそこに向かいたいと思います。シンガポール来て思ったのは本当に多国籍の人が多いなっていう印象です。ベトナムの時はそんなに感じなかったんですけど、ここは本当にいろんな人種の人がいて本当にグローバルだなと。紅茶の仲間かな、えらい切り落とされちゃってるけど、多分ゴムの木かな。東南アジアを巡ってるといろんな植物に巡り合えるから結構この辺も楽しいです。昨日タクシーでミスってしまったのでお金はそんなに使えません。多分映えスポット、ね、また後で来ます。なんか蜂の巣みたいな、なんだろうこれホテルなのかな。物価が高い国なんでなかなかお金持ちじゃないと厳しそうな印象しか持ってないです。あれやばいぐらい高いですよね。あんなところ泊まってみたいな。うわー、なんかラスボス感がすごい建物。サンマルクあるのここに。はい、一番ホテルから最寄りのブギス駅に到着しました。おっと、これはテンション上がる。ちょっと早速わかんないんで聞いてみます。Hi, I'd like to buy one ticket to Lawful Place. You can just use your credit card to travel. Just tap and go. Oh, you can use it? Mastercard. Yeah. Go to the door and tap. Oh, okay. Thank you. どうやらタッチ決済ができるみたいで、マスターのカードでいけるみたいです。はい。はい、じゃあタッチ決済してみます。本当にいけるの？あ、本当だ。
ちょっと聞いてみるか。何 ?95 cents? Okay. Change. Yes. You show to the staff this ticket, they will let you out. Okay. Thank you. Thank you very much. こんな形でもらいました。多分本当だったらなんだスイカみたいなやつを買って乗るのが普通なんですけど、まあ1日しかいないし、しかもこの1回だけかもしれないんで、こういう買い方しました。やばい、これどっち？こんな感じです。確かに分かりやすい。すごい。はい、ラッフル駅に到着しました。マリーナベーカーって、あれマーライオンはどこにあるの？植物ある、いっぱい。あ、空手屋だ。あ、うちにある待って、虫やばくないこれ。いいな、これあるんだ。欲しいな。いいな、いいな、いっぱいある。はい、雨降ってるのでちょっといつも使ってる撮影機材は使わずに iPhone で行きます。ちょっと思ってたんですけど、香港とちょっと雰囲気が似てるなっていう印象です。いや、こう見るとあれバカでかいな。例えばあそこ泊まって今日みたいな天気だったらプールも入れないので楽しめないんじゃないかなと思います。顔ちょっと怖いな。はい、マリーナベイサンズです。人多い。そしてやっぱ噂通り、地味。うわ、なんでマーライオン見に来たら雨強くなるの。マーライオンです。めっちゃ雨降ってきた。みんな避難してる。自分も避難します。雨がちょっと降ってたので iPhone で撮影してたんですけど、その後ちょっとだけ撮影した後にこのようにめちゃめちゃ大雨になりました。どうやら雨男炸裂してるっぽいです。道のよりは全然一緒だよね。これいつ見ても不気味な顔しとんの。はい、雨が降りすぎてこの霞具合いつ止むのやら。はい、白目食らってます。あと多分1時間したら晴れてくるみたいですけど、1時間経つともう2時。すごい並んで何の店。なんか美味しそう。値段が安っ。はい、前の駅で結局紙のチケットをもらったんですけど、ああいう売り方はしてないようでこっちではダメと言われました。で、結論 Apple Pay 使いました。ヤードとかもあります。吉野家の現在武蔵肉堂。日本食しかないじゃん。そういうところ。鍋焼きラーメンとかさ。こっちはスープスプーン。何これ。また鉄板焼き。どうやら今いたのがブギスジャンクションっていうモールだったみたいで、今から反対側に行きます。なんかすごいイオン。はい、さすが世界のユニクロ。
何これ細マッチョな人がチャレンジするの。ハンドカレー絶対無理だね。動体視力あれおじい頑張れ。2択を外した。あはい、なんかネットで噂で見たアルバートセンターに来ました。多分フードコートみたいな感じです。どうやらこの一帯はいろいろあるみたいな。あ、安い。しかも 4.5 とかか。はい、もういろんなものがありすぎて悩みます。ただできればご飯物と、あとは肉系を少し食べたいなっていう。はい、結局見つけました。ここにすることにします。買ってきました。このカレー、風味のチキンと卵のやつです。これで、シンガポールドルと 3.8 ドルになります。だいたい多分400円ぐらいです。じゃあ早速いただきます。じゃあいただきます。うまっ。あ、ちょっと辛い。あれも美味しい。この野菜なんだろう、ちょっとピリ辛味の醤油じゃないなあ、しかも塩系かな。美味しい。うまっ。しまった、また写真を撮ってない。お、コロコロ。うまい。美味しい。あ、辛っ。あ、結構辛い。辛い。このチキン結構辛い。これ多分辛いの苦手な人は絶対食べれない。はい、美味しかったです。完食です。なんか夜市みたいなのがあるのでちょっと行ってみます。シンガポールは喫煙は多分どこでもして良さそうな感じみたいですね。すごい、みんな漁ってる。タイパンツもあるけど、タイパンツはタイで買った方がいいのでありません。クロックスもどきのおじいちゃん、段ボールを飾る。まあ安いのか安くないのかって言ったら多分安くないでしょうね。さあ、甘いものも取りたいんですけど、ご飯も食べたし、一仕事行ってきたいと思います。そう、フルーツ売り場めっちゃちょっとその店に向かう途中の通りです。なんかちょっとだけタイを彷彿させるようなこの雑多な感じ好きです。おっと、著作権大丈夫なのかい。これはちょっと顔が違う。あらどうした、デビューしたか。これは大丈夫なのかな。ここのラインナップだんだんちょっと、お、これ渡るじゃん。
おっと、もうちょっとこの辺アウトなレベルですね。あら、これは一番か。ベトナムで見たあれじゃないですか。激安タピオカさん。値段こっちの方が高い。フィットネス待ちの後、今からあそこで鍛えるみたいです。はい、シンガポールの目的地ここです。はい、ここのためにここを寄ったようなもんです。ありました。はい、本日取材予定のザ・キャッツカフェです。いくらかかるのかって、あれこれベトナムでは見たな。ちょっとこれは自分も必要な内容なので写真撮ります。Hi. We don't accept Apple Pay. Oh, okay. So I have to exchange my money. So yes. Okay. I have it. So I have to exchange it. Okay. Sorry. I'll be back in a few minutes. はい、両替してきました。はい、じゃあシンガポールの猫カフェに潜入です。店内はこんな感じです。ここも清潔感があってとても広いですね。まあかわいい。あら、毛並みが綺麗。ここもいます。もちろん邪魔はします。約10匹ぐらいいます。かわいい。あ、でも意外と嫌がってはない。しゃあねえなって感じかな。すやー、興味津々。どうした？あれ？16ドルなので日本円でいくとだいたい1700円ぐらいになります。ただ今シンガポールの猫カフェに入ってますが一番距離感が遠く感じます。シンガポールの猫カフェを調査してきました。はい、アラブ人街に戻ってきました。いやわ。すごいよね、クオリティ高い壁画。綺麗。すごいすごい。なんかまさかのシンガポール、今アラビカ。でもすごい立派。東京のモスクも行ったことあるんですけど、すごいもう装飾がおしゃれで
素敵です。ゲート5があれか、あれさっきのところだね。多分こっから行けるのかな。あ、なんか被らないといけないのかな。上に上がっていくのかな。あ、2です。あ、that way? OK. Thank you. どうやっぱここじゃないみたいです。え？ This is private room. Is it Friday? Eh? This is the private room. Oh, so this close? Ah, sorry. Thank you. やばいね。もうずっと海外出っ放しで転々としてると曜日感覚がよく分かんなくなってきました。シンガポールでやりたいことも多分大体終わったので、もう空港に行きます。このタナアメ、はい、チャンギ国際空港の駅に到着しました。これからちょっと空港の方で散策したいと思います。ターミナル3に来ました。これから1に移動していきます。プラザの隣がジュエル駅の通路になります。昨日乗ってた電車はあんな感じみたいです。多分あれが噂のジュエルじゃないかなとは思います。さあ、ここは一番いいかも。正面、多分正面。すごい難しい。大自然だね。すごい。多分上がガーデンなんちゃらっていう植物がいっぱい見れる植物園なんだけど、もうそれを除いてもこんだけあるのはすごい。いや、ちょっとこれはすごい。ちょうどタイミングよく電車が通るときを見れました。電車の中からも見たら結構綺麗なのかなとは思うんですけど、タイミングを合わせないといけないですね。ああいう乗り物は大人も乗ってる。面白すぎる。アイアンマンも見えるし、ちょっといいかも。写真撮っとこう。日本が誇る最強のキャラクターポケモンです。ポケモンセンターにちょっと行きたいと思います。はい、ポケモンセンターなどちょっとさまよってターミナル1がどこに行けばいいのかわからなくなってました。とりあえずようやく判明して、はい、ここ到着しました。出ます。目が疲れてきたのでメガネ着用してます。ジュエルを結構楽しんだので今からチェックインカウンター空いてるので荷物を預けていきます。今荷物を預けれましたので今から、出国のしていきます。チャンギ国際空港で一番評判のいいラウンジに来ました。ここでシャワー浴びれるそうなのでちょっと一汗流したいと思います。はい、サッツのシャワーをちょっとお借りします。ここにヘアシャンプーがあってボディーソープがあるので困らないです。はい、この個室の席を使うことにしました。ここいいね。結構独立してていい感じです。休館日と言ってましたがタイがあったので取っちゃいました。サッツラウンジでいただきます。美味しすぎてまだ追加でこんなに取っちゃって美味しい。特にこれとこれが激うまです。サッツプレミアムラウンジ入ってきました。飯めちゃめちゃ美味しかったです。自分は大好きでした。危うくラウンジから遅れるとこでした。あそこのラウンジから一応徒歩11分らしくて、
C の24が意外と遠かったです。はい、搭乗ゲートになんとか到着しました。ホールは手荷物検査は飛行機乗る直前にやるみたいで今やってます。手荷物検査後はこういうところで待機する形になります。はい、タイ航空に乗っていきます。今回3つ目の飛行機、アシアナ、シンガポール、そしてタイ航空乗ってきます。